暁の犬。作ポロン。寝台列車が倉敷に着いたのは3月上旬の寒い夜明け前だった。九州を一人旅していると、にわかにきれいな蔵造りの美観地区を見たくなり、予定になかった倉敷を訪れたのだった。80年代中頃、早朝の観光地には開いている店は一軒もなく、コンビニでさえ全国には普及していなかった。お腹は空いていたが、それを満たす術はなかった。駅にいても寒くて凍えるだけで、仕方なく荷物をロッカーに預けて街を歩くことにした。足は美観地区とは逆の住宅街へ向いた。空がわずかに白んでいた。古くから春はあけぼのと語られた時刻だった。そんな薄暗い倉敷の街角に人影はなかったが、駅から少し離れたところでおばあちゃんと出会った。やっと相手の表情がわかる明るさの中で、彼女は和やかな笑顔で「おはようございます」と話しかけてくれた。僕も「おはようございます」と返事をすると、見かけない顔だね。どこから来たのと聞いてくれたので、並んで歩きながら事情を説明した。とても優しさにあふれた話し方をするおばあちゃんだったけど、僕が「倉敷はきれいな町ですね」と言うと、どこがきれいなものか、目のつくところだけきれいにして、裏に入ればひどいところがある。それできれいとは言えない。と、ぼやくように厳しい表情で言われた。なるほど。土地の人にしかわからないことだなと、その言葉は僕の心に刻まれた。世間話をしながら、お年をお聞きして確か80代と伺った。道角をおばあちゃんに歩みを合わせて曲がった。視界の前方を見た瞬間、息を飲んだ。二人とも足がピタリと止まった。先の路上に異様に大きな生物がこちらを向いて座っていた。まるで二人が来るのを待っていたかのように。お座りをしている状態でもめったに見られない大きさだった。嫌が応でも警戒心が高まった。もし奴が空腹で凶暴化していたらかなり危険だ。おばあちゃんも驚いて立ち止まったままだった。そしてしばらくして沈黙を破るようにこう言われた。あれは熊ですか？ねえ。予想外のその質問に僕は吹き出しそうになってしまった。笑いをこらえて「いえいえ、あれは大きな犬ですよ」と返した。でもおばあちゃんは納得できない様子で「あんな大きな犬がいるのですか？私はてっきり熊が座っているのかと思いました」と言われた。毛足が長く鼻も長いし、本当に大きな体格だったから、熊に見えても不思議はないかもしれなかった。おばあちゃんのこの勘違いで一気に気持ちが和んでしまった。熊のような大きなその犬はアフガンハウンドだった。ピクリとも動かずにこちらを見ていた。まるで獲物を見つめるかのように。その毛並みは真っ白だったと思われたが、放浪生活が長いらしく、汚れているのが遠目にも分かった。第一印象は野良犬であった。野良犬印象のアフガンハウンドを見たのは、後にも先にもこの時だけだ。珍しいことばかり感じさせる犬だった。そうこうしていると、奴はゆっくりと歩き出し、こちらに歩み寄ってきた。再び緊張感が高まる。この犬種は温和と思うけど、
そいつはとにかく大きかったし、野良だから。もし突然に襲いかかってこられたら、おばあちゃんはひとたまりもない。襲うならこっちが先だよと、一歩前に出て様子を見た。手を伸ばせば届くところまで来たとき、わずかに頭を下げて甘える目を見せた。これは大丈夫だと分かり、手を下から差し出した。するとじゃれついて手をなめ、頬ずりしてきた。とても人懐っこくて、二人で頭を撫でてあげると、尻尾を振りどこまでもぴったりとついてきた。どうやら僕と同じで、お腹も空いているようだった。お日様がすっかりと街を明るくしていた。アフガンをお供に歩きながら、おばあちゃんの自宅前までたどり着いた。それでもまだやつは尻尾を振っていた。その汚い野良犬アフガンをおばあちゃんはやたらと気に入ったようで、家に入れて餌をあげると言い出した。やつは尻尾を振って家の中に入っていく。それを見て、僕は駅に戻りますと言って別れた。餌をもらえるやつがちょっと羨ましかったのは言うまでもない。野良と一緒にご商売に預かるずうずうしさがあればなぁと思ったりしたものだ。やつはそのまま居候したのではないかと思っている。わずか数十分間という短い間の出来事ではあったけれど、巡り合う縁があった。そして僕の記憶に残る意見を話してくれた。あの時に僕と偶然に巡り合い、一緒に散歩をしていなければ、おばあちゃんはやつを家に入れるようなこともしなかっただろう。おばあちゃんとやつの間を取り持つために、あの日、あの時、あの場所へ、見えざる手にいざなわれたような気がする。三つの命の世界線が、あの時に倉敷の街角で一致した。その奇跡が犬の運命を変えたのかもしれない。尻尾を振って家に入っていった犬には、別の何者かの影を感じた気がする。だから僕はすぐに別れを告げたのだ。今ではどちらも天寿を全うされていることと思われる。合唱。